第2章。岩の上にあるハートのマーク。もう日も近けていたので、ビクトルは岩を見に行くのをやめてテントを張ろうと主張した。でも僕は何とか彼を説得してすぐに岩のところに向かうことにした。仕方がないな。まあすぐ近くにいることだし。でも暗くなり始めてるよ。すぐ夜になる。大丈夫。まだまだ明るいよ。早く行こうさ。僕たちは車を岩へ続く小道に止めて海に向かって歩き始めた。だんだん暗くなってきて大きな月が姿を現して辺りを照らし始めた。あの満月の夜を思い出した。水面にキラキラと反射する光。入り江の向こう側に火花を散らしたように輝いて見える温泉場。すべてがあの時と全く同じだった。感動で胸がときめき、歩調が早まった。それに引き換え、いとこのビクトルと来たら呆れるほどもたもたしていた。暗すぎてよく見えないよ。足元も滑るし。一歩一歩しっかり歩けばいいんだよ。僕はずっと後方にいるビクトルに向かって叫んだ。ああ、明日にしようぜ、昼間に。何言ってんのさ。もう目と鼻の先だよ。突然後方で何か音がした。ビクトルに何かあったんだ。ペドロー！ビクトルどうしたの？水の中に落っこった。早く来て助けてくれ。ただ石の上を歩くだけのことさ。水の中じゃなくて。と言いながらビクトルの方へ向かった。俺には全然見分けがつかないよ。暗くてみんな真っ黒だ。手を貸してくれ。そうやって何も見えないって自分で決めつけてしまえば、その通りになってみんな闇にしか見えないよ。見てくれ、靴がずぶ濡れだ。なんてこった。もうよそう。明日にしようぜ。目指す岩までもうほんのちょっとだっていうのに、明日まで待たなければならないなんてあまりにも悔しすぎる。でももうほとんど着いたも同然だよ。ああ、でもこの辺りはよく滑るし危ないよ。岩には苔だか海藻だかがやたらといっぱい生えてるし、潮も満ちてきてる。滑って骨でも折るといけない。今日はこのまま戻って海岸にテントを張ろう。おとなしく寝て明日の朝にでも見に来よう。ビクトル危ない。波が来た。こっちの岩に飛び乗って。波？ああ！パシャーン！今度は首まですっぽりと水に浸かってしまった。30歳にもなっていないのに、僕のいとこと来たら全く年寄りみたいだ。砂浜にテントを張ってビクトルが着替えている間、僕はブツブツ文句を言いながら焚き火の用意をした。まったく、ガキの言う通りなんかにするからこんなことになるんだ。ビクトルが愚痴った。まったく、年寄りはしょうがないや、と僕は言い返してやった。安心して、もう乾いてるよ。ビクトルはもう寝てよ。その間僕はちょっと一人で岩まで行ってみるよ。すぐ帰ってくるから。絶対ダメだ。こんなに遅く、あそこで何が起きるかわからない。もう寝よう。すごく眠たくなってきた。僕にはとても簡単なことに思えたし、実際そうなんだ。それなのに大人っていうのは全てのことを恐ろしく困難に、単純なことをとても複雑に考えるという信じられないほど変な美点がある。でも、黙って寝な。僕は仕方なく彼の言う通りにした。でもビクトルが寝た後に。わかったよ。寝よう。寝て時間でも潰そう。でもビクトルが寝たら、僕は長い間暗闇の中で獲物を待ち伏せる蛇のように待った。随分と長い時間が経ったような気がする。やがてすやすやという寝息が聞こえてきた。ビクトルはやっと眠りについたようだった。僕は注意深く音を立てないよう、そーっと寝袋の中から這い出した。テントの入り口から頭が半分でかかったとき、突然ビクトルの手が僕の腕を掴んだ。どこへ行くんだ？ビクトルが聞いた。い
トイレ。そう、トイレ。完璧な口実だ。いい考えがひらめいたもんだ。まさかトイレに行くなとは誰も言わないだろ。わかった。でもすぐに戻ってくるんだぞ。心配しないで、すぐに戻るから。彼は僕の言うことを真に受けた。テントの外に出るや否や、僕は稲妻のような勢いで僕の岩に向かって走り出した。奇妙な力が僕に乗り移ったような感じがした。僕はまるでウサギのように石から石へと飛び跳ねるように進んだ。そして数秒後にはもうあの岩の下にたどり着いていた。感動で胸がいっぱいになった。岩肌を優しく撫でた。この瞬間をどれほど長く待ち望んでいたことだろう。あとはただ岩を登りさえすれば、そしてハートのマークを確認さえすればいい。でもひょっとしてなかったとしたら、そう疑った時、あの不思議な力が僕の中から急に消え失せた。僕は大人のように疑いと恐怖で頭をいっぱいにして、ひどく苦労しながら登り始めた。あちこちで足を滑らせながら、でもとうとう登りきった。てっぺんに着いたんだ。感動に浸りながらゆっくりと岩の上を歩き始めた。暗くてマークの地点はまだ見えなかった。歓喜と不安の間を行き来しながら、そしてそれをかみしめるように胸をときめかせながら少しずつ近づいていった。ついに目指す地点にたどり着いた。そして隅々まで丹田にハートのマークを探し回った。しかし何も見つからなかった。なかったんだ。最初からなかったんだ。あれはみんな僕の空想だったんだ。夢だったんだ。ひどく落胆してつぶやいた。僕は夢じゃないよ。と僕の背中の方から聞き慣れた懐かしい声がした。自分の耳を疑いながら恐る恐るゆっくりと振り返った。目の前に小さな白い人影が立っていた。いつものように微笑みを浮かべた僕の大好きな小さな宇宙人がそこに立っていた。アミー。